こんにちは。乳がん10年目、余命宣告されても死ぬ気はしないみーパパです。はい。今日は約7ヶ月ぶりに CT 検査をしたので、その結果報告をしたいと思います。はい。簡単に私の状態を説明すると、2019年の9月末に約2ヶ月の余命宣告を受けました。で、その時の状態を簡単に説明すると、まず骨はこんな感じ。全身骨転移で、もう穴だらけ、ひびだらけ、もう脆くって、見たまんまやばい状態で、お医者さんにも、こんな骨の状態を初めて見たって言われるような感じでした。で、私その時、花咲乳がんって言って、皮膚、胸から腫瘍が飛び出してたんですね。で、その腫瘍はこんな感じ。もう握り拳台を超える大きさ。人差し指、この幅も超えるし、この時ちょっとマシになってたけど、ひどい時はこの1本、私の人差し指よりこう超える幅が飛び出てました。で、この時ちょっと黒いのは、ちょっとこの時塗ってる薬があって、黒いのと、あとちょっとそれで収縮してるのもあるんですけど、まだまだひどい状態で出血もひどかったです。で、同時に CT 検査した結果、肺転移があって、で、胸水もう溜まってたから息苦しい。扇風機を当てないとまともに息もできないような状態。だから喋ることもままならなかったです。で、皮下腫瘍が全身にあちこち飛んでる。もう数えたらキリがないので数えなかったぐらい、あちこちにしこりがありました。これが2019年9月末の約2ヶ月余命宣告された当時の状態です。で、もうこの時点で私はもう手術不可。もうできる状態じゃない。で、抗がん剤も耐えれる状態じゃないっていうことで、シンプルにホルモン治療からスタートしました。この余命宣告の時の詳しい話はこの動画とか見ていただけたらなと思います。はい。現在の検査結果。2020年11月末に取った CT の検査結果を発表したいと思います。はい。まず、CT 検査の結果、骨はこんな感じ。ちょっとこれ分かりにくいので、この画像だと、ちょっと後でちゃんと詳しく説明します。で、現在の花咲乳がんはっていうと、こんな感じ。もうこれ、見たままもう変化分かっていただけるかなと思うんですけど、要はもう飛び出た腫瘍は自然に消えました。手術も放射線治療もせず、その後ホルモン治療プラスイブランスっていう分子標的薬の薬飲んでるんですけど、その治療で自然にこうなりました。だから今は傷跡みたいな感じで、もちろん皮膚もかぶってるから出血もしていません。で、肺転移に関してはもうその2019年9月末2ヶ月余命宣告されて10月から治療をスタートした8ヶ月後ぐらいにはもう目に見える肺転移はなくなってました。なので今も引き続きないです。はい。で、胸水に関しては治療を始めた3ヶ月後には綺麗になくなってました。そして今も引き続きもちろんないです。はい。で、全身あちこちに飛びまくってた皮下腫瘍に関しては、これはもう最初の時点で数えてないんですよね。ただ、この辺あったなとか覚えてるところ、触ったところが消滅もしくは収縮はしています。はい。っていうのが主な今の状態です。これまでのその治療の変化とか体の変化に関してはこの動画をよかったら見ていただけたら詳しくわかるかなと思います。はい。で、問題は骨なんですよね。もうこの肺とか、皮下腫瘍とか、そういうのとかはもうある程度落ち着いてたし、ずっと大きな問題になってるのはもちろんがんが抑えられてるかっていうこととともに骨の状態なんですけど、その骨の変化をちょっとお見せしたいと思います。はい。まず今回撮った骨の写真とその7ヶ月前に撮った CT の骨の写真の比較写真がこちらです。
これよく見ないとどっちがどっちか分かんないんですよね。要はほぼほぼ変化ないって感じです。7ヶ月経ったんですけど、はい。でよく見たら骨の密度が増してるかなとか、ちょっと穴がちっちゃくなってるかなとか、そんな感じです。でも骨全然変わってないのかなって思うんですけど、2年前、余命宣告をちょっとしてからの骨の状態の写真と現在の骨の写真の変化がこちらです。はい、こうやって見たらめっちゃ分かりやすいんですよね。かなり穴がもうちっちゃくなってたり塞がってたりとかしてます。そうまだもちろん穴だらけなんですけど、その以前のひどい時と比べたらかなり良くはなってる。その CT 写真撮った時だったら2年弱で、もっと穴開いてたので直後はそのまだ2年ぐらいかけてもう少しずつ、はい、骨は回復してるっていうのが見て取れたって感じです。でこれは正規の先生の見解としては本当に未知数っていうことらしいです。先生自身もこんな骨の状態から回復していく人を見たことがないみたいで、本当に分かんない、どうなるか。だからもう先生も手探り、私もですけどもちろん、はい、そんな感じです。だからもしかしたらこのまま骨はずっと穴開いてるのかもしれないし、こんな風にゆっくりでも骨が育っていることによっていつか骨はしっかり閉じる、穴がとかひびとかもなくなって修復される可能性はもちろんあるっていう感じで、こればっかりは誰にもわからないっていう状態です。はい、ただ見た目は大きく変わらずとも身体的変化はかなりありました。でちょっと次はそのお話ししたいと思います。まず2年前のその余命宣告後の私の骨の状態を先ほどお見せしたこの状態、骨は穴だらけ、ひびだらけで、左大腿骨はちょっとこれ見えないですけど3分の1ない感じ。骨全体が脆くてもう CT にまともに映んないぐらいなんですね。ちょっと白っぽくなってるのはもう骨がもうスカスカすぎてまともに映ってないみたいです。はい、なので先ほど言ったように正規の先生に、こんな骨の状態は初めて見たって言われるようなもうかなりやばい状態でした。でこの時の私の状態、骨だけじゃなくて私の状態はっていうと、寝たきり、歩けない、もちろん立てないで、首も回らない。最初の頃はよく分かってなくてストレッチと思って首を回そうとしたんですよね。後から止められたんですけど、でそこからやってないんですけど、なぜその回した時に首がジャリジャリ音がしました。はい、とかとにかくもう体を自分で1ミリ1センチずらすことももう激痛でできない。その当時医療用麻薬を服用してたんですけど、もうそれを飲んでプラスロキソニンとか飲んでも痛みは取りきれない。だから24時間痛みがある状態でした。なのでもちろん夜もまともに寝れてなかったです。はい、でこれが、余命宣告後の私の状態です。で余命宣告から約1年半経った、今現在から7ヶ月前の骨の状態がこれ。この時少し、密度は増してます。ただやっぱりまだ穴だらけ、ひびだらけで、まだ中もスカスカっていう状態なので、ちょっと密度増してちゃんと CT には映るようになったかなみたいな感じです。もちろん左大腿骨3分の1まだない、ちょっとだけ骨が生えたぐらいかな。はい、ちょっと穴が塞がってるところも部分的にはあったりっていう感じでした。でこの時の私の状態はっていうと、まずこんな状態でほぼ骨変わってないんですけど、一本杖でもう歩いていました。もう外に40分ぐらいとか歩けたりとか、杖ついて、要は左大腿骨3分の1ないので左側をかばうために、右で杖ついて歩いていました。で首はもう回ります。その時もうジャリジャリも音しないで、だからその時はストレッチとかのリハビリをして、ほぼ普通に体を動かせるようになっていました。
まだ腰とか硬かったりはしたけど、だいぶ日常生活そんなロボットみたいな動きもなくなりました。で、痛みに関しては2019年10月から治療を始めた約半年以内にもう全身の痛みなくなってて、医療用麻薬とかなぜ痛み止め系全部飲まなくて良くなったんですね。なのでそこからずっと今も痛みはなく日常を過ごせています。もちろん痛み止めも飲んでいません。ただこの時はまだ負荷をかけた時、なんか思いっきりちょっと山の方登ったとか結構激しい動きをした時にちょっと腰がしんどくなったりとか、そういった軽い痛みはありました。でもちょっとほぐして寝て起きたら治る、そんな感じなので夜はぐっすりもう寝れてます。で、明宣告当初の時は寝返りなんてもう、体1ミリ2センチで動かせないからもちろんできなかったんですけど、その7ヶ月前の時は左は大腿骨がやっぱり影響があったので、右側は結構まだ自然に寝返りできるようにはなってました。はい。で、現在の骨の写真こちらで、まだ先ほど言ったように穴だらけだし、日々もあるし、まだ脆い、外側は強くなってるけど中はまだスカスカなんですね。で、先生曰く大事なのは外側らしいんですね。中がスカスカでも外側がしっかりしたらまだ守られる。でもやっぱり衝撃には人一倍弱いのは確かっていう状態はまだ続いています。で、左大腿骨はもちろんまだ3分の1ないです。だからそんな大きくは変わんないんですけど、なんと今は私は杖もなく、手放しで普通に歩けちゃってます。で、しかも小走りもジャンプの許可も下りて、ちっちゃいジャンプですけどそういうのもできます。でしても痛みもないです。なのでスキップとか必要ないんですけどできちゃいます。首はもちろんもう回るし、今ではもう筋トレのようなリハビリをしています。例えばスクワットを20回3セットとかしたりとか、一緒にまだ訪問看護師さんが来てくれて、見守りながらの運動とかにしてるんですけど、看護師さんがついてこれないぐらいの運動できちゃってます。で、痛みももちろん引き続きないのでぐっすり寝れてるし、なんかちょっと違和感ある時もあるんですけど、寝返りも今は左右自由にできています。負荷をかけても痛みが出ることも今はないです。不思議なんですけど、骨の見た目だけ見たらそんなに大きな変化ないんですよね。余命宣告後から、骨が健康だった時と比べたらもうとてもじゃないような状態は変わらないんですけど、今はめっちゃ健康的に、見た目には本当に分かんないぐらい普通に過ごせています。ただこの動画とかでも報告したように、骨が上半身のこの辺とか首とか曲がったりとか、骨が溶けてなくなっちゃって、胴が私約9センチぐらい縮んでるんですよね、余命宣告前の時より。なので、165あった身長が今156ぐらいになっちゃってて、ほんとそれは悔しいんですねそういった大きな変化もあったなとは思います。結論、思うのは目に見えるものって大事。検査して、今私こんな状態なんだってちゃんと見て、だから今こういう動きはできる、やってみようかなとか、そういうのの確認にはなるので、すごい目に見えるこういった検査って大事だなって思います。ただ同時に思うのは、やっぱ目に見えるものが全てじゃないなとも思います。この目に見える状態だけで言ったら、私とてもじゃないけど先生から見ても歩けなくても別に不思議じゃない状態で、痛みがあって不思議じゃない状態っていう骨の状態なんですね、骨だけ見たら。けど今こんな風に痛みもなく歩けるし、なんならジャンプもできるし、先生にも普通に生活なんでも多分できると思うって言われました。なので今多分自転車乗ろうと思ったら乗れちゃうんですね。ただやっぱり事故に遭った時とか、人一倍骨が折れやすいとか、治療がしにくいとかいうリスクは人一倍大きな目に見えてわかるので、やっぱりまだそこの許可は下りてないとか、目に見えるものも大切だし、目に見えないものもやっぱり、目に見えるものが全てじゃないなって思うのも、この結果を見て思うことでもあります。とにかく今の目標は先ほど言ったように、胴が縮んでるのを
再生させること、骨をこれ絶対先生に不可能だって言われてるんですけど、いや不可能かわかんないと思って一応期待してます。はいまた骨が再生することを。でさっき言ったように自転車の許可が下りたらいいなとか、そういった目標はあります。何はともあれ、今こうして、普通に歩けてることだったりとか、痛みがないことが一番本当に感謝で幸せなので、本当にそれはもう良かったなって、思います。ただ、まだ治療中なのは変わらないし、先生から見てもがんが抑えれなくなったら骨がどう変化するかもまた分かんないっていうような、綱渡りって言われるような状態でもあるので、今後もちろん治療にはちゃんと励んで、この変化、私としてはまださらなる回復として骨がどんどん良くなることをイメージして期待しているので、そういった変化もまたお届けしたいなと思います。今日は約7ヶ月ぶりに取った CT の検査結果、そして余命宣告後から約2年経った今の私の骨の状態の報告でしたでは、そんな感じで、よかったらいいねボタンとチャンネル登録の応援よろしくお願いします。ではまた、みーぽぽでした。バイバーイ。